お待たせしました。というわけで、久々なので、ちょっと、手間取ってました。すいません。じゃあ、適当にやっていきましょうかね。昔やってたのが、やってたというか、打作が、よいしょ。スクリーンだとあんまり見ないんで、こんな感じか。これは設定戻すの忘れてた。どこだ？よし。間違えた。あれ？おかしい。何かおかしい。どこだ？どちらでいいんだ？こっちだ。間違えた。よし。元となるのはこれですね。ただただ、小さい点々を消していくっていうだけの、こいつですね。完全にダ作だったんで、どこにも公開してないんですけど。で、これを、ある程度、なんていうの、まだマシな形に作り直していこうかなということで、やっていきます。で、その関係上、ちょっと Java のバージョンとかも、あれが確か 8.8 だったはずです。こっちは、今13ぐらい。最新版が今なんで10ぐらいだったかな。13ぐらいまで上げていきましょうかね。どうしよう。プロジェクト名。リミテーションか。でも13だから逆になんか変なことになりそうだからやっぱ、まだ慣れている11でやっていきましょう。メインクラスは、とりあえず振っておいて、いつどうしよ
クラスじゃダメか。あ、こんばんは。コメントを読む方をちょっとオフにしてるんで、オフというか、コメント読むと今つけてないんで、できるかもしれません。ああ、なるほど。YouTube の方チャンネル登録ありがとうございます。どうしよう。とりあえず、まあ、この、何らかの形をとりあえず説明していきましょうかね。マウスパスを入れてまず、あ、そっか。とりあえず、さっきの、まあ、小さい玉があったんですけど、それを、まあ、今回は、まあ、にして、その親クラスであるやつをとりあえず作ろうかな。それを、エンティティですね。そのエンティティから継承して、エネミーとか、まあ、プレイヤーも同じ部類に、入れようかなという感じですね。そうなってくると、まあ、これまでは、まあ、さっきのやつをとりあえず固めるって感じですけど、今回はそのプレイヤーから弾みたいなやつを発射できるようにしようということで、これがギリギリじゃない、完全に剥がれてるわ。まあ、別で何か弾のクラスを作ろうかなということで、まあそんな感じでやろうと思います。で、こうやったときに、まあそのエンティティで、まあ必要なやつですね。親クラスで、必要なやつといえば、まあそれぞれ X 座標と、Y 座標の、その、保持する関数ですね。Y 座標の、その保持。で、データを保持するところですね。これを、そうだな。ありがとうございます。これを保持する関数ですね。変数を作っていくわけですけど、今回はこれを、まあ、ダブルか、64ビットの不動小数点、バイフェードで小数点かな。で、この2つをやっていくって感じですね。で、それ以外にも、これは、まあ、何か。とりあえず、UUID っていう感じで、まあ、
これは結構プログラミングやってる方だったらまだ割と知っていると思うんですけど、それぞれの、個別の、ID、識別用のフラグみたいな感じですね。でそれがあって、そいつを、追加でこのエンティティに入れ込もうかなっていうのと、あと、これは変数の単位で言うと、これが変数かな。変数に入れるやつが、X 座標、Y 座標と UID。これはエンティティのクラスで持たせようかなっていうやつです。ぶっちゃけ、クラスの方、こっちのエネミーとプレイヤーとか、あるし。プレイヤーとか、この辺のスペースとかはあんま気にしないからですね。で、個別で持たせてもいいですけど、ここら辺は必ず持ってるやつなので、そのまま、エンティティの方で定義していこうかなと思います。で、これは変数の部分ですね。次、エンティティで、定義する、関数の部分、処理する部分ですね。関数の部分を、やっていくわけですけど、これが、厄介というか、まず、マイチック。マイチックというか、処理単位なんですけど、チック処理する、アップデートを、1個作るのと、あと、当たり判定ですね。どうしようかな。これを、どうするかが厄介なんですよね。エンティティ側から取得するようにするのか、それともエンティティ側で当たり判定を処理するようにするのか。これは、やや厄介なんですけど、今回は、ボックスっていう感じで、エンティティ側から、当たり判定の部分を取ってくるみたいな感じにしようかなって思ってます。で、重要になってくるのがその当たり判定ですね。ヒットボックス。このクラスで、これも、書いてくれるのか、返すのは、ヒットボックス。こいつを返すようにします。で、次。このヒットボックス。こいつで、定義するのが、変数。まず変数は、さっきとの、エンティティと同じように、X 座標ですね。で、あと Y 座標。これは、どの部分にあるかな。どこにあるか。エンティティもあるので、ヒットボックス自体はエンティティからやってもいいんですけど、ぶっちゃけそれやるとごっちゃになっちゃうので、これは独自で定義します。で、これはさっきと同じようにダブルでいいでしょう。で、こっからがやや厄介なんですよね。とりあえずやるのがシェイプ、形ですね。これを、イント型でいいかな。イントで
形の補充しましょう。ここら辺は、プログラムの中に、定数でその形を置いていくので、無視しても大丈夫かな。これが、形がどうして重要になってくるのかっていうと、例えば、丸と四角で、当たり判定が違うんですよね。当たったってする部分の判定が。例えば、この四角、丸い物体に対して四角の当たり判定を使ってしまうと、この、丸の物体がない部分でも当たり判定が発生してしまうので、ここで当たってしまったとなってくると、ややゲームプレイに対してはちょっと合わないなっていうことになってくるので、そこのシェイプとかを、きちんとチェックしておくっていうのが重要になってくるかなっていうところです。で、三角形もとりあえず追加していこうかな。ここら辺になってくると、計算がちょっとめんどくさいことになるんですけど、一応定義しておきましょうか。で、おおよそ基本形となるのは丸、四角、三角の3種類ですね。四角か四角。丸もちょっと面白い。そう。これをシェイプの方に置いていくっていう感じですね。で、それプラス、こういった複雑な形になってくると、判定がめんどくさくなるので、これも、形を分割する形で、こっちは定義するときに定義するかなという感じです。で、さらにヒットボックスに必要なのが、ディレクションですね。これは方向ですね。いつもこういったやつが真上を向いていると限らなくて、例えば、こんな感じで、横を向いていることもあれば、下を向いている時もあるわけですよ。その時に、このディレクションとかがないと、判定がややこしくなるというか、ないところに当たってしまうってことが、ここの部分がないのに、ここに当たってしまったりとか、この部分がないのに、ここに当たってしまったりとか、することあるので、このディレクションを定義していきます。で、あとは、何が必要だヒットボックスの形で。あまり細かく定義しすぎると、作るとき厄介になっちゃうんで。で、このやつに対して、次はヒットボックスの、こいつに対して、これはヒットしてますかってやつで、同じくヒットボックスを入れてあげて、自分自身のヒットボックス、当たり判定の部分を与えてあげて、こいつ当たってるかっていうのを判断すればですね。ここは、戻り手が、料理の、フラグですね。を回数にするっていうところですね。とりあえずこのところかな。に関しては。こんなもんかな。あとは細かいところは、また後から定義していきましょうっていう感じですね。では、
ト X ゲット Y は、イントで返すんです。イントテショあるからです。ダブルでいい。ここら辺を使う人に合わせて、って感じなんでしょう。で、この抽象型。パブリックエクストラクトヒットボックス、ゲットヒットボックス、X をすると。こいつは、このエンティティからヒットボックスをゲットするって、こいつに関してはそれぞれ形が違うので、それぞれのエンティティで定義してみましょうかね。でUID インクルードして。インポートです。そのインクルードは CK だ。これを被らない前提でやってもいいんですけどね。そうすると被っちゃうときやや厄介なんで。とりあえず、こうにしておきましょう。また X として。とりあえずこのままかな。また画面変えるんですけど。プログラミングでも久々とか初めてなんで、たまによく忘れてるんで、
これあったら言ってください。ただ、コメント見てるかどうかわからないんですけど、多分こっちの方がまだ見やすいと思うんで、さすがにさっきの小さい画面だと、こんな文字ばっかりなんですよ。小さい画面で見てもあんま見にくい。このヒットボックスに対しての UID は一時振ってたら、これはこれね、なくていいかな。こいつに対して、ここで、こいつを定義しています。とりあえず、絵が描いてみる。どう展開しておきましょうか。これに関しては、まあ、そうですね。とりあえずこれは当たり判定を考えてから、どうしようかな。よし。よし。このヒットボックスに対して、で、0番、あ、スペルか。出てこなくなった。いや。
であるスクエア、サークルで、から、どうしようかな。こいつはこれで、何か、これ以上あったときは、ここの水平均部分を拡張して、叩く形になるかな。なんで俺は一つまで抽象型にしてるんだ。
見るとね、こんな感じです。今のこのやってる部分は、ここのヒットボックスのそれぞれどういう形かっていう部分ですね。やって、それぞれの形に振り分けているというところです。デフォルト。これは何も指定されてないところですね。まあ、そうだね。とりあえず、四角形の判定にとりあえず渡して、とりあえず判定だけはするっていう形でやっていきましょうね。で、この感じだと、本来ならブレイクとか、必要なんですけど、これ、リターンでここでもう、処理が終わっちゃうので、このブレイクをユニークまでに言ってくれていらないので消しておきます。さて、これ何を書いてますね。ですけど。これ、スクエア、四角形とかサークルとかトライアングルとかやってますけど、まあ、これが、面倒なんですよね、いろいろと。とりあえず、ちょっと、定義合わせがあったので、ちょっとやってきます。で、高さと幅を定義するの忘れてました。とにかくで、こっちに関しても、その高さと幅を取得とか渡したりするように定義していかないといけない。
ちょっとすみません。沖縄県の方で、最大震度4くらいの地震があったみたいですね。沖縄の方に住んでる人注意してください。てか、もう地震来てるか。こんな感じ。もし頭使え、この人ですね、赤い方がいるので、ちょっと頭をしておいて、コメントで。延長しました。もうそろそろ1時間経つのか。早いな。
その型名とかを考えると、なかなか出てこないんですよね。型名とか。そういう、個人で開発する上では重要じゃないというか、あんまり重要ではないんですけど、チームとかで開発していくときって、型名が結構重要になったりするんで、ここで、この型名でいろいろと、どういった処理をしているかとかが分かったりする。結構重要でしょう。チームで開発する。まずどう分けるかっていうのが一番気になると思う。ところ、出して早く。とりあえずさっきの当たり判定の部分はある程度できたので、今作ろうとしているところですね。まずさっき作った、ビューマネージャーと、ビューマネージャーで、いわゆる、これで、何しよう。この二つで、主に、こっちは描画関連ですね。描画を、コントロールというか制御する感じで、こっちで、その他ですね。例えば、提案の動きとかももうここに入りますし、あります。ガチか。実は。あまり自分の方で聞いてないで聞けないのでこんな感じで OK かな。公開というか、マシになりましたはい。あまり俺、声でかくないので、マイクとそのミキサーの相性もちょっと悪いんですけど、もうちょっと環境を変えれればいいんですけど、ちょっと今緊急なもんでじゃあ、ビューマネージャーがタスクマネージャー、これで、ビューの方で描画関連の制御ですね。毎秒60回の描画とかなんか言うんですけど、で、その他の方で、敵の動きとか、そういった処理をしようかなという感じです。で、今悩んでたのは、そこからタスクマネージャーの方に、敵のスポーンですね。敵のスポーンをするクラスを作るのと、あとは、
スポーンとか、するというか、スポーンの制御をするクラスですね。で、もう一つ何をしたっけやべ、頭が回んねえ。とりあえずこれは、スポーンする方は作ります。でも1個忘れたんで、ちょっと思い出したらまた、思い出さなくてもというか、こっちに組み込んでもいいようなことなんですけどね。あんまり一緒に組み込みすぎると、後々拡張性がなくなるので、今回はなるべく機能別でいろいろ分けていこうかなっていうのをやってます。今回はっていうのは、これの元になったやつがありまして、そいつだと全部、一つにまとめてるんですよね。なので、ちょっと拡張性がないんですよ、こいつは。といっても、そこまで気にするほどじゃないかもしれないですけど、と、長いやつ。これはまだマシかな。200行ぐらいなんで、まだマシですけど、それぐらいの大きさになってしまっているので、今回そうはならないように、いろいろと分けていくっていうのを、何系ですか？まだ、決まってないというか、大まかな形ぐらいしか決まってないんですけど、元は、こんな、これ違う。これ違うというか。これぐらいでいいかな。で、こんな感じで、真ん中に小さい丸みたいなやつが動いてると思うんですけど、これで他のいろんなやつを消していくっていう、ただのクソゲーです。で、こいつを、まともな形に直していこうっていうのが今回の、やってることですね。なので、何ゲーなんだろう、これ。ただのものを消していくだけのゲームかな。これをもっと、なんていうんだろうな。まともなゲーム性のあるものに変えていこうっていうのが、今回、やりたいことです。謎ゲー。本当に謎ゲーです。さっきのやつだと、えーっ敵がというか、もう消していくのが一種類しかなかったので、もうゲーム性としてもそこまで面白くないし、ってなってくるので、今回は敵の種類を増やすことも可能にして、かつ、もっと自由度があるようなゲームを作っていこうかなっていう感じですね。で、自由度のあるゲームを作るために、やってるのが、これ当たり判定の分、今回でさっきまでにやったのが、すいません。タスクはちょっとややこしかったね。見てるって。さっきのゲームだと当たり判定は、その敵の中に全部組み込んじゃってるんですよ。なので、それをまず分離するっていうのが一つですね。で、今から作ろうとしてる、例えば、敵じゃないの相手側のスポーンとかの制御とかも、全部、敵側の方で全部やってるんで、まずそれを解消するところからやってるっていう感じですね。また、ちょっとやつで。無限続きインフレ系確かに、
きの、あれだとそういう感じなんですよね、実は。えーっと、まだ、あれって実は制御してるから、マシにはなってるんですけど、どうやったっけこれか。例えば、ちょっとパラメーターがやばいやつがあるんですけど、これ有効にしてやると、これダウンサイドサイズが普通に大きくていいかな。利用速度もちょっと大きくて。100これぐらいで、やってみましょう。あ、これじゃねえ。これじゃねえ。まあさっきの真ん中がクソでかくなってきたんで、ちょっと見ますか。これ、何にやってるのまあ、ここら辺はもう、いろいろと悩んだやつの最終的な、またマシになったやつを一応やってるんですけど、さっきみたいにクソでかくなり続けるやつとか、パラメータとかはあるんで、まあ、かなり実はクソ系だっていう。あれでもだいぶ、自分時期のサイズを拡大していくのとか抑えてるんですけど、これか。よしよ。今回は、敵一つ一つに HP とかも設定して、例えば弾とか出して、それで、たった、今、HP 減っていくっていう感じにしましょうかね。さっきのやつは、どちらかというと、時期でそのまま体当たりして、敵倒して、で、そのまま時期がでかくなっていくっていうクソゲーだったのでそう、どっちにしましょうかね。じゃあ、エンティティの方に、じゃあ、こっちにちょっと追加しないといけないものがいくつかありますね。よし。できればインフレはあまりさせたくないんですけど、まあ、HP とかのロングとかで定義して、かなりでかい値にできるようにしましょうかね。敵だけは、敵だけに、やってるのはめんどくさいので、攻撃力をとりあえず作っておいて、この調子だとゲームエンジン作っていく感じになりそうだな。
最近とかね。失踪フラグ。あー。まあ、エクペスは、会う人も結構会わない人もいるんで。Java といえばエクリプスか、インテリジェだったっけ、あっちのもう一個ありまして。その二択に絞られてくるかなっていう感じです。確か。あー。JavaScript は一時期めっちゃ触ってたんですけど、最近全然触ってないので、もう多分書けないです、ほぼ。基本的なことぐらいしか。Unity とかは、手を出してみたいなーって思いつつも、なぜか手を出さないんですよね。あっちとかだと、確か 3D とかある時の多分、割とやりやすかったと思うんですけど、そういった系が、新しいものに手を出すのはなんか億劫になってきて結局、いろいろあって、3D 触ったのなんて1回ぐらいしかないんで、実は。1回ぐらいしかないって言ったら、確かにね、最初の頃はやっぱ、新しいことどんどん覚えていくしかないんで、言ってしまえば、全てが新しいんだよ。もう、楽しいですよね。今のこの環境だとちょっとライブラリが入ってないんで、真っ赤っかなんですけど、こんな感じで。あと、前の環境から軽く移行というか、するときにちょっと文字コード見捨てて、ところどころ文字化けしてますけど、こんな感じで、とりあえず 3D を触った形跡はあるんですよね。実は。ここにね、こう、難しい。室が。この頃なんかは、分けること全然覚えてなかった時代というか全部一つに書いていってた時代だったので、もうコードの長さえぐいです今はこんなことは絶対しませんけど
ちまちグラフが良くなってきた。あー、確かに。これは、じゃあ、何やったっけ？やっぱ 3D だったっけ？したらそんな感じの Java の 3D ライタルやって、それで、3D だ。あれでやってた感じですね。確かにクラス分けなんか最初全然わかんなかったんですね、俺も。なんでこんなごちゃごちゃにとか。5時ちょっとよく、打ち間違えるというか、ウィンドウの場所を移動させると、忘れちゃうんで、そうすいません。ああ、確かに使いにくいところはありますね。そういう意味ではそういう意味で言うと、割と、そういった C とか、そっち系の方が、C++ の方が、割とそういったメモリ管理とか自分でできちゃうんで、無駄が少なく作れるっていう意味では、あっちの方がいいんですよね。ただ、あっちはあっちで、やや面倒なところがあるんです。どっちがいいとも違いないんですけど。ああ、みんな、実は C とか触ってないんです。触ってないというか、ほぼ触ってないんですよね。なので、てか、基本的に Java ぐらいしかやってないですね。それ以外の言語なんか、やる気が出ないというか、手を出す記憶がないというか、そんな感じ。どうしようかな。ああ、確かに、C シャープは割と Java に近いというか、最近、C シャープって確か C と Java を合体させた感じのやつだったんで、確か。で、割と Java やってる人からすると、行きやすいっていう印象はありますね。ああ、Java は、かゆいところに手が届かないんですよね。こうやって、組んでいくのは。
よく思うんですけど。でも軽く、その組むっていう点ではまだ、やりやすい部分はありますよ。どうしよう。形が、ある程度決めないと。あまりごちゃごちゃにしすぎると余計わけわからなくなるので、とりあえずこれで、どんどん作っていきましょう。ビジュアルスタジオ。いいと思う。確かに Java は、そうですね、プログラミング基礎を学ぶっていう意味では、まだわかりやすいと思います。わかりやすいというか、やりやすいかな。これ、俺的にはなんですけど、最近、動的片付けの、言語とかあるじゃないですか。バーなんとかなんとかで、適当に書いてあげると、それを自動的に型をつけてくれるってやつ。ああいうのはあんまり初心者にはお勧めしたくないなっていうのがありますね。自分、個人的には。あ、違う。今出てました。最近は、モジュールインフォの方にいろいろと書いていかないといけないっていう、まあ、めんどくさいことが増えてきて、
これも Java 8ぐらいのやつ止まってるとか、8の時もまだ新仕様はあんま売ってなかったんで、そこまで新しい仕様についてはいけないです。12プレイに、あれどうだったっけな。上級種。少なく感じかな。あ、間違えた。別のやつ起動する。これで、少なくとも画面が出るようになった。17か17って。まあ今だとだいぶ Java も変わってきてて、例えば、SID、シムトとか普通に使ってくれるので、割と早いんですよね。きちんと動いてくれる。
Android も、確か Java だったかな。今もかな。そうやって覚えてない。閉まってますかね。長いから。これじゃ何書いてるかわかんない。足元の方に準拠した感じでやりましょう。
全部やっていくの無理。1万回使えるから。どうだったっけ？どっかで見た、あれを思い出した。思い出した。思い出したときも、すべて覚えてきたんだけど、どっちなんだろう。見てて。呼び出して。そういうのってあるあるですかね。その、ドキュメントの方から見ていくっていうの。あった。
なんで俺は、いや、頭回ってねえな、これ。やーべ。と、こうだ。で、プットか。右側の時。どこが、でも、エクリプスとかだとこんな感じで、そのクラスを選択して、F3 を押すと、こんな感じでその定義している場所に飛ぶことできるんですよ。なので、これ基本的にそこで呼んでったりはしますけど。あとは、Java 本家のドキュメント読んだりとか、それでもわからないことは、普通にGoogle さんとかで調べたら、大抵は出てきますね。まあ、そんな感じですね。確か。こいつは確か、こんな感じで、ライブラリとして入ってるのかな。前のバージョンとかだと、こっちの方、こっち開くと全部こっちまで展開されて、って感じだったんですけど。Java だった。で、どこだったっけ。こっちかな。こっちからもやめて。JDK。こっちは、どうやったかな。これ、相変わらず見えない状態にしてるじゃないか。システムライブラリというところがあって、そこに、確か全部、これは、基本的に Eclipse 展開したフォルダの中に、多分確か全部入っていたと思うんですけど、こんな感じです。で、多分この中に、それぞれのクラスの、ライブラリとか、それぞれのコードとか書いてたりするんですけど、Java 単体で、やるとすると、どこだった？ビデオキットの方にも確か、JDK、ビデオキットがあって、いつのライブラリだったかな？ないのか。一緒に Java ドッ
の方に入ってるのかなと思ったけど、そうだね。XML、こいつも違う。ありそうなところからカッパしか見てるんだけど、ないですね。確か、同じように入ってたと思うんだけどな。俺もドキュメントだけ入れ忘れてた。このバージョン。Java アイテムのこっちは結構ね、どうですかね。見てみて。パッと見てみると、ビルドこういった感じで、多分、ソースは塗ってたと思うんですけど、これソース、これかなあったあった。ソース10分の方に入ってますね。Java 8だと。11のとこはないんで、もしかしたら、こういうのはもう別でやってるのかな。セキュリティの違い。シンクロードはこれは、そういうところかな。こいつは違うな。となると、Java の方に、こうし、どっかで、みたいな気もしてるんですけどね。JRE の方は、普通に実行できるのはそれだけですので、基本的にはやってなかったかな。作ってこっちに用意してからね。てか、やっていくと、例えば UTL のところで、あとはランダムとかと、全部ランダムのところのコードが見れたりとかします。じゃあ、長い。確か、グループスも確か、そういうの、ライブラリ、そのドキュメントは入れてたと思うんですけど、形が違うのかな、形というか。確かに、人によってやっぱ書き方とか完全に違ってくるんで、面白いですよね。ドキュメントとか。ウェブページとか見ても、全然書き方違うのでこれでいいのかよっていうのとかあったりとか、たまにありますね。
どうやったっけ？トゥーロアケース、こいつですね。これで、キーの部分だけとりあえず全部小文字に置き換えてやっとくかない。いろいろとめんどくさいことなんですね。バリュー。あ、ストリングだから、つけてこう。バリューは、どうしようかな。初期位置をどうするかなんだよな、これ。あれ持ってくればいいか。なんだっけ。グラフィックエンバイロメントっていうところが確かあったはず。で、Gitロードで、エンバイロメントっていうところがあって、こいつのところで、戻り値なんだったっけ？こいつのエンバイロメント。こいつをルーパーの部分に取って、GUI から、こいつですね。デフォルトスクリーンデバイスっていうやつを取ると。こいつの戻り値がグラフィックスデバイスですので、グラフィックス。GUI としておきましょうか。で、グラフィックスデバイス。で、ここでも多分取れたかな。まだあった。グラフィックスコンフィギュレーション。ここがややめんどくさいんですよね。GC というと、ガベージポジションと混同してものがありますね。これで、デフォルトの、コンフィグというか、ポジションとか全部取れちゃうので、そうやった。ドンってきて、クストってきて、こんな感じか。基本的にはこれで、やりましょう。
何に取れるんだろう。そこまで取れないか。グラフィックスコンフィグレーションの方からだったら、どこだったっけな。これが、まあ、いわゆる、描画関連とかを、とりあえずここで取って決めようって感じですね。結構 Java でいろいろできるんでね。確か、画面のフレームレート、FPS とかも、FPS とか、これのリフレッシュレートも確か取れたはずなんですけど、どこだったっけな。で、この、グラフィックスデバイスだったかな。そこら辺あたりで、配列とかで取れば、接続してるすべてのスクリーンの情報も全部取れちゃうんで、それを使っていろいろやることもできてる気がします。ただどこから何を取ってきたかっていうのを忘れたので。FPS ですか。まあ普通はしないですね、こういうことなんかは。テスト用に。どれだったか忘れたんですけど、とりあえずこれをコピーしてやって、ゲットスクリーンデバイスで、配列取ると、グラフィックスデバイスの一覧が取れると。確かこれで、で、どれぐらい情報が出るかってことですね。よいしょと。とりあえずさっきの実行結果だと、こんな感じで、接続しているデバイスが全部入ってたりというところですね。ただのストリーム、トゥーストリームだけだと。
じゃあそこから、どうしていくかっていうと、これは確かディスプレイモードだったかな。これで、ディスプレイモードするってやつがあって、これだ、ディスプレイモードだ。JFrame 結構楽ですね。基本的にここら辺なんか気にする必要がなくて。10、これで多分、2ストリームで出るかな。よいしょ。じゃあ、これにまたサイトタイプ実行しようとしたら、こんな感じで、ちょっと分かりづらいことになったらまあ、俺が接続してる、すべてのデバイスの、対応してる、その解像度と、あと、色深度と、あと、フレームレートとか全部出ます。こんな感じで。で、まあ、これを使って、例えば、それぞれのディスプレイに合わせて、最大化最小化したりとか、そういったことをしたのが、確かこれだったかな。この、わけわかんないやつ。で、こいつの場合だと、もうそのまま、撮ってたかな。これ違うな。あったよか。で、さっきの場所で、画面のサイズ撮ってあげて、で、この辺あたりで、どこの画面の中にあるかっていうのをやって、そのサイズ変更時にはみ出してる場合は、それを修正したりしなかったりっていうやつをやったりとかそういった処理をするのに使ってた感じですね。難しいね。まあ、ここら辺は、まあ、必要だったから見つけたというだけですけど、なので Java でも結構、やろうと思えば、いろんなことができるんですよねはい。50で、と、どれだったリフレッシュレート。これか。で、この中でリフレッシュレートってやつ取ってやると、ぶわーっと数値だけ。まあ、リフレッシュレート、が全部出ます。その、ディスプレイが対応した。これだけだと、その、何がなんだかわかんないんですけど、まあ、それでいろいろ対応表とかを作ったりとか、できるんで。まあ、ちなみになんですけど、これ、さっきの、こっちのやつでは、これ使っていろいろやってたっていうことなんですけど、これではそこまで、表面的に見える分ではやってなくて、これの今作ってるやつの元になってるやつですね。こっちだと、より、なんていうんだろう、コードに組み込んだというか、まあ、踏み込んだところまで行ってるのかな。はい。で、まあ、これで、まあ、さっきと同じように、いろいろ取ってるんですけど、これは、まあ、ウィンドウの幅と、
高さですね。それを取ってあげることによって、よいしょっと。起動時に、こんな感じでウィンドウサイズを、パソコンが対応しているウィンドウサイズ全部表示できるようにしてたりはします。これも、そのコンフィギュレーションによっていろいろ確かあるんで、この部分で、同じ数値が出てたら、それを書き込まないようにしてたりとかしてますね。そういった対処もしつつ、ウィンドウサイズの変更とかも、変更っていうかディスプレイが対応しているサイズに、変更できるようにしてたりしますね。ちなみに、さっきのやつで出てた、ウィンドウサイズの W を意図せずというか、気にせずにやると、これがこうなって、じゃあちょっと、消そうというか、無効化して、ちょっと、俺が接続してる全画面出てたらちょっとめんどくさいんで、違う。消す場所間違えた。ディスプレイデバイスか。した。01でいいか。で、これで実行することによって、0番のディスプレイが、このパソコンでついている0番のディスプレイのそれぞれ対応している解像度ですね。それが出てくるんですけど、それぞれの解像度でも、リフレッシュレートがあるので、こんな感じで、同じ数値が何回か出る場所があるんですね。それをなくしたのがさっきのやつですね。これ、リフレッシュレートもついでに入れたりすると、リフレッシュですよね。すると、こんな感じで出てきます。基本的にはこれ使えば、もう大抵のことはできます。こんなのやってたら、75Hz。俺の使ってるモニターがちょっとやばいっていうかしょぼしょぼなのがバレてしまう。一番いいのはどれだったっけ番号だけだとどれかわかんないんですよね。で、あとは、これさっきのプログラムだと対処してなかったんですけど、デバイスによってどれが上に来るかっていうのもね、決まってないんですよ。なので、より凝ったことをやるんだったら、これのソートとかも混ぜといた方、ソートするプログラムとかも混ぜといた方がいいかなっていう感じですね。こちら。フル HD のモニターが3枚連続で出てきたのが。4枚連続。しかも使ってるモニターが全部違うから
全部ではないか。2つだけ一緒に。一番いいやつですね、こいつが。まあ、一番いいやつって言ったら、WQHD、ワイドクワット HD ですね。ハイディフィニッシュ。まあ、どちらにせよ、すべてのモニターが最大 75Hz までなので、別にゲームするときとかは全然良くないなと思うんですけどね。まあ、こんなことも Java だけで一応できます。めんどくさいですけど。やれないよりかはマシですね。なんか、モニターだけじゃないか、まあ、いつの間にかモニターだけどんどん増えていってるんですよ。なんか最初は1枚だけで、まあ、2枚になって、で、そこから3枚目、まあ、3枚目は普通の順当な理由かな。3枚目になったのが、3枚目がこのワイドクワット HD のやつで、これも、まあ、2枚じゃ足りないなということで普通に買ってたんですけど、4枚目が、液タブですね。それ、今はもう液タブとしては使ってないんですけど、その、今ただの液タブで、5枚目がテレビ買ったんですけど、結局パソコンのモニターとして使ってるっていうこれがまあ、なかなか、まあ面白いことだった。どうしましょう。どれをそれちょっと、どっから撮ってる？ディスプレイモードを取らなくちゃいけなくて、デバイスで、グラフィックエンバイト、こいつか。つまり、S いらないか。やっぱ頭がたまに回らなくなる。たまにではよく回らなくなる。あまり推奨されない書き方だけどいいか。ディスプレイモードの方にリフレッシュレートが全部入ってるので、またここも、ここも10だ。
こいつ、テンポ入れる、テンポじゃん。テンポラリー。どっちだったっけテンプレートは、肩にか。違うか。印逆。あれあ、そっか。これ、で、今、リフレッシュレートの表示だけなので、こうなんですけど、最大表示可能なリフレッシュレート75が出るっていうので、これで一応正常かな。デバッグは入念に
れで実行したら、こんな感じで、それぞれのパラメーターがきちんと取得できてるってことが分かったので、次は、それを使っていく。パーセント。全部引数。当てはめ感じです。で、赤ですね。いやー、フル画面で出ました。結果とかもこれ確か Java のなんか仕様とかに変えるのはめんどくさかったかな。わかんないですね。まあ、とりあえず、サイズ変更がうまくできたということで。見ておきましょう。ちなみに、ここの部分で、この部分でどこだここの部分で、引数でいろいろやるようにしてるんですけど、これが、例えば、Windows X こにして、これは別に一文字も別に全然大丈夫です。これで例えば1000ぐらいを入力して、適用して実行すると、あれうまくいかない。なぜだなぜだちょっと、奥に出せないとしたっけ出してグラフに書き慣れてるので、Windows X が適用されてない。ここまで読み込めているので、まあ、これが、働いてないからでしょうけど、これどうやったっけトゥールワーケースってなかったっけストリングがこれがカットするやつなんで、
アッパーケースは大文字にして、in this room to upper cases in the case of this methodいやーなんでだ。もう一つの可能性があるか。ローワーケースの方とりあえず入れといて、エフェクトが、古い値で置き換えられます。なので、この時点でもう、ここで代入してるので、まずね、ここで置き換えられるはずなんですよね。それが置き換えられてないと大丈夫。とりあえず、小文字にしてみましょうか。これでもダメだった。相変わらずの変話。まあまあまあ。やっぱ厄介そうだ。あれもう、メッセージが出ていないので、これか、まさか。あ、まさか。分かったような気がする。これで多分できるはず。ちょっとな。出てきた。やっぱそういうことですね。単なる自分のミスです。なので、多分これで、例えば、X を大文字にしても、よいしょ。うまく半分に持っていかれましたね。何がミスってたのかっていうと、これ、これで、コンテンツ、これで、イコールがあるときに、そのまま種実行しようとしてたんですけど、イコールがあるとトゥルー返すみたいで、それの反転するのを忘れてただけです。分かっている。
まあ、これがデバッグの基礎の基礎なんで、簡単なのはそれぞれの1秒1秒、コンソールの方に文字列出力して、どこまで実行されているかっていうのをやっていけばいいんですけど、そうすれば、おおよそのエラー出てる行はわかるので、あとはその行の内容を判断していくって感じですね。例えば、まあ、これは、コンテンツっていうのは、これは、そもそも、その指定した文字があると、true 返すやつだったんですけど、俺の場合勘違いしてて、指定したやつが、あれを判断できなかったのかな。そこまで分かってたのに、その条件式を反転するやつを入れるの忘れてたっていう、かなりドジです。そこまできちんとできたので、今度はやっていきましょうかね。ちなみに、こっちのプログラムの引数で、いろいろ設定できるようにした理由っていうのが、まあ、これ、単体じゃなくても、マイクラみたいにランチャーで引数指定して、できるようにできればいいなということで、とりあえず、そのプログラムの引数側でも、最初のウィンドウサイズぐらいはしてやろうというのが今回の目的ですね。これで指定しておけば、後々デバッグするときに、便利になるんで、どうも。これでなぜイコールがないと適用されないかっていうようにしてるかというと、こんな感じで、まあ、例えば文字を間違えたようにしてしまったとした場合に、それが変に適用されないようにっていうのをやっていくんですね。よいしょ。よいしょ。ぴょんぴょんすみません。ちょっと、打ち間違えとかね。よし。これで画面のど真ん中に出るようになりました。なのでちょっとここら辺はどうでもいいというかあまり問題にするようなことじゃないので、もうどんどん進めていきましょう。今回の場合はさっきのハッシュマップの方に、ハッシュマップなんだかな、演舞マップっていうやつを作って、変数を作って、その中に、
起動時に、ウィンドウの XY、高さと幅と、あとリフレッシュレートですね。それを入れてるわけですけど、その他の、例えば、そうだな、ここの中に、例えば別の何をいるよ。例えば、マイクラとかだと、サーバーとクライアント別々じゃないですか。サーバーで、クライアントクライアントで。でも、よく考えれば、クライアント側でもサーバーの機能ができるなら、このクライアントをサーバー専用にして起動できればいいじゃないかっていう時があるかもしれないしね。これは、ぶっちゃけプログラマー視点の方ですね。で、こういったやつがあるんですけど、例えば、クライアント側にその引数で、サーバーモードって感じでやって、true ってやって起動したときに、サーバーモードで起動するっていうようにすれば、そういうのができる。サーバーだけ、だから、例えば、画面に表示いらないよねとかができるってやつですね。ぶっちゃけそこまでやる気はないんですけど、この今作ってるやつでは、マルチプレイにしたところで意味がないかなと思ったんですけど、でも、ゲームエンジンとして作るのであれば、そういった感じのプログラムにしてもいいかなと思う。あんまりそれすぎるとちょっと、ここで、よくわからなくなるので、あんまりそれすぎないようにはしたいんですけど。こんな風に話してるから、なかなか作業が進めなくて困っちゃうんですよね。困っちゃうっていうか。あくまで一部のそういった作り方としての理念なので、すべてのプログラムがそういったことを導入しなきゃいけないってわけでもないですし、やったらやったでめんどくさいことも増えちゃうので、一概にそれを実装していいものかって言われると、そうとは言えないんですよね。今回は、そういった難しいことは考えずに適当に実装していくだけですけど。でも、プログラムとか作ってると、いろんな機能を実装していくほど、その機能に対して、やれることやれないことを書いていかなきゃいけないので、やっぱり難しくなっていきますよね。プログラムを作るのが。どうしよう。あまり、これやりたくないというか、あまり、俺的にはやりたくないんですけど、メインクラスで、描画用のスレッドと机用のスレッドを別々に立てて回す風になりそうだなっていうなりますね。なんで、今やったのが、スレッドっていうやつを拡張というか、拡張したクラスにしたっていう制限をしたのがこの X、ドススレッドってやつですね。で、その場合、
パブリックボイドランっていうやつがありまして、そこをオーバーライドして書き込んでいることによって、このランっていうところが別のスレッドで実行されるようになるっていうんです。多分こういう風なやつというか、放送を見に来てる人は、スレッドとかコアとかそういうのは分かってるはずなので、詳しくは説明しませんけど、まあ、その拡張、新しくスレッドを立てるようにしたっていう感じですね。で同じくタスクの方も、追加しておきます。本当こう考えると Java って結構やれることいっぱいありますよね。さすがに、例えば、Windows でやっぱり、Mac、Mac のMac とかやったり、Linux 系だったり、そういったもので、すべて実装というか実行できるようにするために、ある程度やっぱ削ってしまってる機能とかありますけど、それでも、なんか Java は書きやすいというか、軽く作るんだったら、これでもいいかなっていうのは思いますね。何気にしなっとJava 自体で、例えば、これ、あまり話題にならないんですけど、これは TSX っていう、インテルの、いろいろ脆弱性あったりとかで、なんか消されたり、いなくなったりしちゃうことがあるんですけど、複数スレッド間で配置制御する時の、ハードウェアでのアクセラレーターがあるんですけど、そういった機能とかに言語が対応してるので、割と、なんていうのがいいんだろうな。その対応しているプロセッサー結構、もう、書いた処理とかするとき、有利になりやすいんですよ。で、このスレッドの方に、ったので、どうしようかな。どうしよう。描画系と、処理系の方、両方で相互に例えば、処理が終わったから描画に回せますとか、そういったアクションの通知とかをやれるようにしてもいいんですけどね、それやるとめんどくさいんでね、こういうのって。言うの忘れてた、これ。もともとこのレッスンの元になってるプログラムがあるんですけど、こいつが、処理量が、オーダーが N の2乗ぐらいで増えていくので、それもちょっと改善しようかなと。一処理一処理が増えても、一処理一処理の内容が増えても、そこまで、二乗の、二乗って感じで増えていかないように、二乗であるとね、どんどん処理量がね、増えていかないようにしようっていうのも入ってる。それもちょっと試してみようかなと思います。
元になってるやつはもうかなり昔に作ったものでもあるんですけど、ね、何がめんどくさいというか、やばいかっていうと、それ、すべて総当たりで検索してたんです。どこだまだあの時の自分の需要がなかったのもあったんですけど、総当たりで検索というか処理をするとなると、数が少ないうちはまだいいんですよ。余分な処理が少ない分、早く見えるんですよね。でも、数が増えたら、総当たりでやってるから、どんどん処理量が増えてってなっちゃうんで、まあ、それだけは避けないといけないなっていう。これは何を言ってるか。はい、か。これだ。ここの部分で、こう、もうこの時はバブル、泡っていう感じにしてたんですけど、まあ、それで、もう、データの方から全てのバッとってきて、それ全部にアップデートかけて、で、当たり判定全部、当たり判定に含まれてるんですけど、それを全部やっちゃってる関係上、本当にいいですね。そうなんだ。無料化することできる関係なんだ。やっぱ、バブルとかになりますよね。なんか。で、なんだけど、両方見たらダメなんだって。その、Windows とかだと、その処理じゃない、Windows 側が確か、ウォッチドッグとか、それぞれ各プログラムごとだったかな、を作って、それで一定時間ごとに応答しないと、応答してませんよっていうやつに書けるようになった感じでしたけど、Java だと、なんかそれが明記してないので、どこに入ってるのかわかんないんですよ。ですね。俺の作ってたやつはもうまん丸だったので、もう処理簡単なんですよ。まん丸っていうか時期もまん丸ですし、側の方もまん丸だったので、それぞれの距離を測って、それで、範囲内にいたら当たってますよという判定にしてるだけだったんですよね。ステートとしよう。これ、Java だけなのかもしれないですけど、忘れちゃいけないのは、スレッドをちゃんと終了させないと、処理終わっても終了しないということがあるので、タスクが残っちゃうことがある。それは注意しないといけないですね。アプリが終了したように見えても、スレッドは残ってる。そういうことか。スレッドの消し忘れというか終わり忘れは本当注意しないといけないですね。で、
それぞれで使ってるセットにしていくか。で、今ここで何してるかというと、それぞれ、描画用とタスク用の、スレッドを立てて、で、それぞれが終了した時の処理をという感じですね。キャッチして、キャッチェットエクスプションでキャッチしておいて、多角形とかになってくると、やっぱ当たり判定とかめんどくさいですよね。一番簡単なのが、丸で、角が増えていく。どんどん重く、種類が増えていく感じがします。これでいいか。どういう時にね、物理判定とかになってくると、NVIDIA の GPU 使ってると、あれ確かなんだっけ、フィジックスやった。フィジックスとかああいうライブラリとか。そういうの使えそうだなっていうのはあります。使ったことないんでわかんないんですけど。そう。なんか、昔とか俺がパソコンに興味持ち始めた頃、結構、いろいろ話題になってたような気がするなーって思うんですけど、でも、なんかいつの間にか、一切聞かなくなったというかそんな感じだったんで、あれーって。だいぶ結構もう、PC マークの変だとか、そこら辺あたりで、なんか、やや話題になってた。結局、ベンチマーク系ぐらいにしか、ほぼ実装されてなくて、なかなか使われてないっていう。でも、もしこういうの使えば、この間、今、VTuber とかあるじゃないですか。そういった、本当に 3D モデルとか作った時にこれを使えば、もっと、その 3D の演算とかが良くなるんではないのかなと、期待がしたりしてるんですよ。
もやってみたいなと思っても、なかなかやる気起きないんでやれる人に任せようかなと思いますけど。あ、でも、どうしよう。今、昔作ってたやつだと、これ、画面別々なんですよ、実は。ゲーム画面と、その、この、設定する場面というか、この画面がですね、別々なので、今更になってバグを発見した。別々なんで、これ、どうしよっかな。この後の処理がめんどくさいんじゃないかな。タスクと秒が分けてしまうと、これがめんどくさい。そうですね。今だと結構 GPU の性能上がってるんで、かなりのポリゴン数とか、あとね、表面のサーフェイスマーカーとかをやっても全然大丈夫なんですけど、大丈夫というか、処理しきれるんですけど、昔はそんなことなかったですからね。見てたらわかるかな反射が単純なんですよね。もう、直角程度にカボーンって、思いっきり、運動のベクトルを反転させてるだけなので、カクカク回ってくる。で、反射の判定、実はこの弾の真ん中につけてるんで外に半分ぐらい出ないと戻っていかないって。こりゃ、ゲーム性自体を変えないといけないとかもな。その、時期から、自分の動かしてるやつから弾出してやるとか言ってましたけど、ぶっちゃけ、それやるにしたら、方向がわからなすぎるんですよね。方向がわからなすぎる。なってくると、東宝みたいな感じで、そういった感じの一方向のスクロール系かな、シューティングゲーか。シューティング系かな、ああいった感じの 2D のシューティングゲーアプリ。ああいったやつをベースにしてもいいかもしれない。まあ、あくまで、こういう風なゲームをするのであれば、ゲームにするのであればっていう話なので、ぶっちゃけ、そうじゃなくてもいいっていう。俺がやってるゲームだと、ファクトリアとかっていうやつがあるんですけど、それだと、マウスの向いてる方を狙ってくれるので、そういった機能にしてもいいかもしれないです。ああ。ここら辺は作りながら考えていくとしましょうか。ちなみにこのクソゲーの悪いところはエスケープキーを押すとそのまま終了してしまうというところなんですよね。そう作ってあるからなんですけど、メニューとか一切出さずに終了してしまうっていう。もうクソゲーの極み。
自分で作ったので、なんとも言えないですけど。まあ、昔の俺はそこまでメニューとか出す気力がなかったというか、気力がなかっただけですね。作るのがめんどくさかったのでもうそのまま押したら終了って感じにしてました。どっかに多分、エスケープをしたら終了ってやつがあったはず。で、その頃の実装だと、多分、フルスクリーンにする、技術もなかったはずの技術っていうか、フルスクリーンの仕方もちょっと、ちょっと厄介なというか、実装方法してました。そうですね。分かってますよ。リメイクっていうかもう完全に別ゲーになりそうな予感がしてます。元となってるのは、このクソゲーです。クソゲー。自分でもうけなすのか。どうでもいいや。ほんと、昔作ったクソゲーが、乗り込んでるんで。こんな感じです。もうふわふわーっとしてるやつを、ただ単に自分のこいつで、画面がずれてる。この赤い玉で、消していくっていう、ただのゲーム。やっぱ、何年か後に自分が作ったやつ見てみると、もうほんと、このコードなんでこんなクソなんだっていうのがよくありますね。そうですね。分かってた。確かに、シンプルすぎて、ゴールがないんですよ、そもそも。で、ただ単に、消していくだけっていう。でも、悪くはないけど、面白いかって言われるとそうではないですよね。こういったクソゲーを、クソゲーってやらないのにクソゲーでやん。クソゲーを直していってる最中。直していってるというか、リメイクしているっていうか、で、結構脇道にそれてるんで、そこは気にしないでください。あれ、どこだったっけあった。こいつだ。エスケープキーが押されたときに、もう、終了。ランニングという、プログラム動いてますよってやつを、フォールスにしたら、勝手に終了してるように、するようにしてるので、そのキーをやってるだけです。で、デフォルトアクセプトで、ゲットをして、って感じ。これは、多分、別の動く処理のところで使ってたのかな。ここですね。
で、W とかが、押された時に時期を動かすっていう処理を、やってたり。懐かしい。懐かしいというか、懐かしい。セットキーってやつで、ここでは、キーの番号と、あと、メインボードなんで、これで、キーが押されてるか押されてないかってやつ。ああ。W とか、キーイベントの方から W キーの値とか、それぞれ取ってきてるやつですね。これはまあ、いわゆる必要なやつだけを取ってるってだけなんですけど。懐かしい。こんなコードも書いたなーっていうの。昔作ったものだけあって、さすがに分かりづらいですね。で、それなりに進めていきましょうかね。そうだね。キーとか、そういった関連は、ぶっちゃけさっきのやつをほぼ真似してもいい感じなんですよね。わかりづらいっていう以外では結構、やっぱ、なんだろうな、キーの処理はやりやすかった気がします。それはさておき問題なのは、これなんですよね。どうしよう。ほんとどうしよう。感じで。スタティックにして、広域から見れるようにしてもいいかなっていう感じか。こっちじゃない。一括地か。ここら辺も、一旦の機能とか、結構覚えておいた方がやっぱ先送りですね、影響するんで。覚えておいた方がいい。って言っても、よく使うやつしか覚えてないんですけど。そもそもタスクの方、こっちで回す必要あったのか。ないな。よし。タスクの方は描画の方で管理してやろう。もう、めっちゃくちゃだ。
そのこっちのタスクの方が、ゲームの処理を担当する部分だっていう感じにしようと思ってるので、ぶっちゃけメインの方に持っていく必要がないっていうのが一番の理由ですね。お尻ってか、腰が熱い。ほんと最近暑い日というか蒸し暑い日というか、梅雨に入ったので続きますね。気に進みますか。どうしようかな。アフリカに見せたが、画面のサイズ変更の部分まず実装しましょうか。それより、あれか。ちょっと昔というかちょっと構想にあったことというか、やってみましょうか。と、パネル。インクレート。パネルで分かった人はさすがにいないかな。こいつのクラスじゃなくて、就職クラスですね。
全部メインの方に入れちゃうとめんどくさいってなりそうだけど。そう。なんか、そうでもまだ分割するのやめとこうってか、分割しなくてもいいかな。こいつ。とりあえずこのままメインが
そう。なんかちょっと、放送画面しか見てなかったね。で、さっきやったのが、view パネルっていうやつを作って、それで一括して、描画の方をパネルの方で描画して、あとそれをメインの、ウィンドウに描画するってやつをやるために、下調べというか、いろいろやってたわけですけど、こんな感じで、メインフレームのコンテンツペイントサイズやコンテンツ、内容が表示されることはあるんですけど、そこのやつを取り出して、そのサイズを、とりあえず幅だけで、出すようにしたところ、こんな感じで、実際設定しているのがこのサイトなので、1280ですね。ただ、さっき取れたところで1260にっていう感じで、横幅なんですけど、この端っこの部分が若干減ってるんですよ。そこをきちんと取れてよしとしましょう。同じようにこれで、高さを出力するようにしたら、出ました。高さの方は681で、これは、ウィンドウの上下部分が、いろいろと足りてる部分があるんで、こういったところの分だけ、やっぱり小さくなってるっていう感じですね。それが確認できた。よししましょう。すいません。ちょっとマイクから若干離れてました。で、そこまで確認したので、どうしよう。どうしよう。とりあえず上を作っていきますかね。
スリスナーは実装するか。サイズ。コンテナリスナーで、これじゃん。フォーカスリスナーっていうのは、マウスが、その、ウィンドウ上に来たりとか、ウィンドウ上から出たりとか、そういうのを、やるやつです。感知するやつですね。インプリントのセットですね。こいつなんだろうと。インプット系だった。キーリスナーはキー入力があるかないかとか、マウスリスナーはマウスの入力があるかないか。マウスモーションリスナーがまず入力で、マウスウィールリスナーが、マウスの、スクロールするやつが、マウスファイルですね。こいつを動かした時のリスナーですね。で、ウィンドウフォーカスリスナーがそのウィンドウにフォーカスが当たってるかないかのリスナーで、ウィンドウリスナー、こいつなんだっけな。これだ。ウィンドウが開かれたりとか、アイコン化されたりとか、これはアイコン化されたやつが元に戻ったりとか、で、アクティベートの反対なので、非活性化されたりとか、ウィンドウクロージングが閉じられているとき、閉じるボタンを押されたときに確かこれだったかな。Windows クローズドが、ウィンドウが閉じたときに実行するやつで、Windows Activated がアクティブ化されたとき、これが、一番上に来たときいいのかな。なんか見る限りだと、Windows Activated とかと Windows Focus とか、そこら辺が同じような気がするんだよ。Windows リスナーに関しては、これは実装しとかないといけないです。Windows クローズだったかな、確か。クローズのところに。システムプロテクトのこちらですね。ピンと閉じるボタンが押されたところですね。これ以外には、なんかあったような、なかったような。ディスプレイですね。見る限りだと、ディスプレイって言ったのかな、ちょっと。多分これ、俺が過去作ったやつ見直しても多分、ろくなこと書いてないんで、なんとも言えないんですけど。実はグラフィックのやつ消してるだけ。
り、いい実装してないな。じゃあ、表示にして、メインウィンドウ、不活性かなをしてやると。まあ、今のところはこれしかタスク走らせてないんで、いいんですけど、後々、どうしよう。さっさと作っとくか。またやったらめんどくさくなっても嫌なんで。タイムルつけたらダメ。これって走ってるかとか、プログラムが走ってるかどうかですね。こいつをフォルスにすることで、走ってないというか、プログラムが終了してるっていうことを通知するように、通知というか、始めさえするので、それでいきましょう。のジフレーム、デフォルトの、閉じるボタンを押されたときですね。こいつを、do nothing on close。これで、閉じるボタンが押されても、それでは終了しなくなると。で代わりに Windows リスナーの方で、終了ボタンが押されるので、こんな感じで、こうやって終了して、見えねえな。ついでにちょっとデバッグメッセージも追加しておきましょう。こっちですね。画面ミス。すみません。で、で、終了ボタン、閉じるボタンを押してやると、こんな感じで、さっき追加したデバッグメッセージが表示されて、ウィンドウをきちんと閉じていく。これで、さっきのやつがきちんと動いていることは分かりましたので、ついでに、スランプいや、スランプって言ってもJava の方じゃなくて、別のプロジェクトの方がちょっと、なかなか進まなくなってきたんで、息抜きがてらっていう感じですね。もう、同じところ行ったり来たりしまくって、全然進まないんですよ。そうですね。仕事です。
それで、とりあえず動かしたらムーブムーブで、ドバってメッセージ出た。で、例えばこれ閉じて、あ、これは無理か。ムーブとリサイズが同時に呼ばれるのか。サイズ変更すると。ちょっと待って。ヒルに、これ、まさか、これで一番前なので、されてるソロもいるし、どういうことだ？フォーカス切り替えて、表示をやらなくしても、ヒトの方が出ない。なんでだということは実質的にこれはムーブとリサイズがしか働いてないってことになりますね、これ。うわぁ。無駄。いや、でも、ヒルンとショーンがちょっと働かないってなると、ちょっとこれ、考えものですね。確か、こういった感じのやつ使うのに、確か Java だと Vortex イメージだったかな。なんかそういう感じの、メモリ上に直接書き込むやつがあって、そういったやつをやるときに、ここら辺、ヒルンとかショーンとか必要だったはずなんですけど、うまく働かないとなる。ちょっと、やばそうですね。
にデバッグメッセージ入れときましょうか。ヌルポ出た。まあこれが、あれか。原因がなんか分かったような気がする。そうですね。これが定義されるときには、まだ入ってないんですよね、VP ってやつが。で、それなのに、まあ、これが定義されたときに変更されたっていう感じに認識されて、コンポーネントにされるってやつが呼ばれて、結果、入ってないのに呼ばれるだけだから、ここでヌルポインターエクセプションが表示されるっていう。ちょっとこのヌルポを出まくるのちょっと嫌なんで、VP がまだ定義されてないときに、にリターン追加しておきましょう。これでヌルポが出なくなりました。で、サイズを変更すると、こんな感じで、サイズ変更の通知がドバッと出ます。ドバッと。まあ、毎秒ってわけじゃない。毎秒ってか、ずっと変更が認識されてるわけじゃないので、スケジュール。まあ、悪くない感じできちんと、サイズ変化をしてるときはきちんと全部認識してるみたいなので、まあ、このまま行きましょうかね。
別のプロジェクトを作った。そう。適当なんだ。
これで、この部分が指定したベゼル、周りに。インポートして。もう4時間。4時半ぐらいに終了しましょうかね。だいぶ進んだっちゃ進んだか。いろいろ話してた割には。ここからどんどんやっていくわけですけど、まあ、ぶっちゃけここからがちょっと俺にとっての疑問だったりするんですよね。割とここから割と UI 系になってくるので、ちょっと苦手な分野なので、ユーザーインターフェースとか。なので、まあ、じっくり、ここからじっくりというか、進めていこうかなという感じです。ここで、パネル、一応これだと J パネルっていうやつのがあるんですけど、その上に、まあいろいろ置いて、それを描画する側に渡してやろうっていうのが今回のやり方にしようかなと思ってて、で、それもいろいろ書いてるんですけどね。画面がめんどくさい。どうします。レイアウトマネージャーとりあえず無効化しておきます。これが結構何回も厄介になる。サイズとか指定できないか。あまりパネル使ったことがないね。そして、ボタンと、これで、ボタン追加して、パネルにしてる部分を、まあ、パネル、
れをとりあえず回数にしましょう。これで、ダメだ。あ。それ、設定してるとき、動画の方に入れてなくて、これで、ポチってやったら、あれボタンの位置も設定しないといけなかったかな。とりあえず適当に。出ましたね。押しても何も起きませんけど。まあ、ちなみにこれで、例えば、ここに、このボタンに、これがアクションリスナーってやつがあって、アクションリスナーを向こうに追加してやると、アクションパフォームでこれで押された時にイベントが起きるんですけど、押された時と離した時ですね。ID だったかな。違ったか。めんどくさいんで。普通にやっていきましょう。適当にプッシュと、こんな感じで表示するようにします。そうすると、ちょっとこのボタンが押されたときにプッシュ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 って感じで、こっちが出るようになります。これ話したときにアクションが呼ばれてる感じかな。押しても何もなくて、話すとアクション呼ばれる。ちょっと待って。なんか別のリスナーとの気がする。チェンジリスナー、インターネットリスナー、キーリスナー、マウスリスナーかな、こう、なんか、マウスリスナーな気がしますね。こっちの方が多分、マウスモーションに関しては、いろいろ、細かい処理ができてて、例えば、マウスプレスでこれで押された時ですね。このプレスってやって、マウスリリースで、リリース。マウス、エクジットがその枠からマウスが出ていたときで、
マウスエンタードがマウスが、入っていった時ですね。マウスクリックドは、これはマウスがクリック、押して離してが、された時に、発生するイベントです。なので、例えば、押したけど離したと、別の場所に行って離したって感じで、認識したくないときは、このマウスクリックをやるといいです。マウスアダプターっていうのが、一つ一つ、こういったリスナー関係は、全部オーバーライドで実装してなくてはいけないんですけど、そのアダプターに関しては必要なやつだけを実装することができるので、ぶっちゃけそっちでも、そっちでもいいけど、そっちの方がいいと思います。やるんだったら。で、クリックやるようにして、やったら、押した時にプレス。で、離したら、リリースとクリックが出ますけど、これを押して、枠外にして離すと、リリースしか出ない。これが、クリックとリリースの違いです。なので、これがマウスリスナーでやってますけど、マウス、例えば、アダプター、マウスアダプターですよね。こいつでやるとどうなるかなんですけど、変な行が入っちゃった。例えばこの場合だと、さっきまではリスナー間すべてオーバーライドしてるんですけど、この場合だと、エクジットとエンターとはいらないので、この部分消しちゃって大丈夫っていう、この必要な部分だけをオーバーライドして、できます。動作さっきと同じ。で、入っていく。出ては無理かく。これがアダプターと、リスナーの違いですね。覚えておくと、コードが、綺麗に見せることができるので、いいと思います。でも、そうだね。最初のうちはっていうか、書いていくうちは、リスナーで書いてもいいかな。で、リスナーで書いてるっていうか、俺みたいにすべてを探しているときはリスナーで書いて、で、もう、こいつしか使わねえやっていうときになったら、アダプターに切り替える。少しの分だけ、リスナーをアダプターに変えるだけなので、あまり手間ではないので。こういった実装した部分とかは、コンポーネントアダプターに切り替えて、インポートしないといけないので、そこは注意が必要ですけど。やっていると、必要な部分だけ残して、実装できるので、だいぶコンパクトにできます。あと、そうですね。ちょっと、時間配分間違えました。ニコニコ動画のほど、すみません。じゃあ、それでは、放送終わりたいと思います。お疲れ様でした。